皆さん、こんにちは。さすがプロダクションイラストチャンネルです。今回は月岡こがねちゃんのイラストをメディバンペイントとフォトショップで描いていきます。まずはオラフを iOS にインストールされているメモアプリであらかじめ描いたものを下敷きにラフを描いていきます。ラフを描くブラシはペンツル。サイズは8ピクセルから16ピクセルの間をその都度調整しています。筆は修正ができるように片方ずつ別レイヤーにしていますが、ポージングも含めてラフの段階でかなり修正を加えることになりました。向きを斜めから正面に変えて服など細かいところを描きながらサイズ調整、シルエットを整えていきます。両腕のラフを描いていきますが、手のポーズをより自然に近づけるためラフの修正をしながら整えていきます。もう一度新規レイヤーを作成して綺麗なラフを描いていきます。線画を綺麗に描くためにラフを整えていく必要があるため面倒ではありますが、手を抜かず作業に組み込んでいきます。ここから線画を描いていきます。使用するブラシは同じくペンツルを使用し、サイズは8ピクセルから16ピクセルの間をその都度調整しています。線画のパーツは瞳、髪、体、服装、アクセサリー、リボンと分けて線画のフォルダを作成し、瞳のレイヤー以外を格納します。格納後はフォルダごとコピーしてコピー元のフォルダレイヤーを非表示、フォルダ内レイヤーを統合して1枚の線画レイヤーにします。塗りつぶし忘れ防止のためマット塗りを行います。塗りつぶしが行われていない細かい場所を判別するためにも必要な工程になるため必ず行っていきます。下地塗りを肌、髪、洋服、スカート、リボンと塗りつぶしツールで塗っていきます。線画の線と線の交点あたりは塗りつぶしツールの特性上色が届かない部分でもありますので、ペンツールで丁寧に塗りつぶしを行います。影塗りは柔らか水性ブラシプレミアムを使用して塗っていきます。サブスクリプション加入でダウンロードできるブラシになりますので、水彩、ソフトなどで代用されても大丈夫です。影塗り後にぼかしツールをサイズ63ピクセルを基準に淡くぼかしを加えながら影を調整していきます。特に胸は光源を意識して陰影を注意深く塗っていき、立体感を加えていきます。髪のハイライトは描画モードをスクリーンで塗り、光りすぎない程度の光源を描いていきました。一
瞳は片目だけ描き、フォルダに格納、フォルダをコピーし結合した後、片方の瞳にペーストして時短を行います。エアブラシツールで頬や体の赤みを加えた後、彩色レイヤーの上部に新規レイヤーを作成。描画モードのスクリーンで軽くピンクのハイライトを吹きかけます。メディバンペイントで描いた作品を PSD 保存して Photoshop で開きます。彩色レイヤーの上部にトーンカーブ、明るさ、コントラストの調整レイヤーを作成。それぞれクリッピングマスクをかけます。背景をピンクで塗りつぶし、一旦非表示にします。背景レイヤーの上部に新規レイヤーを作成して、桜ブラシでパターンごとにレイヤーを分けながらスタンプのように塗っていきます。時には左右反転や傾きを変えて、カンバスの角に桜ブラシで描いた桜を配置し、フレームのようにレイアウトを整えていきます。これまで描いた桜のレイヤーを新規で作成したフォルダに格納します。フォルダの上部に調整レイヤーのトーンカーブ、明るさ、コントラストを作成し、クリッピングマスクをかけます。桜の花びらブラシで描いたレイヤーを桜フォルダの最上部に移動します。ピンクで塗りつぶした背景レイヤーの不透明度を 37% まで下げて、消しゴムツール、ソフトブラシ円で桜の部分を軽く削っていきます。最上部に新規レイヤーを作成し、描画モードをオーバーレイに選択。薄い黄色でハイライトをエアブラシで吹きかけます。同様にもう1枚新規レイヤーを作成し、薄い紫色でハイライトをエアブラシで吹きかけます。
描画モード、ビザ合成に変更、塗りつぶしから点描へ変わっていきました。レイヤーの最上部に新規レイヤーを作成、桜の部分にオーバーレイでハイライトを塗って完成です。